私はバカでいいんだ、私はどうしようもなくていいんだ、そんな自分でも生きてるんだからいいんだって思った瞬間に面白い現象が起きるんです。ペンネームサナさん、26歳女性からのお悩みです。私は生まれてこれまで自分に対して自信が持てたことがありません。日々自己否定ばかりしてしまって落ち込んだりします。幼少期、父方の祖父から精神的な虐待のようなことを受けていました。ですが、自分以外の家族はそのことを覚えていないようで、今更当時の話をしたって誰もまともには聞いてくれません。現在26歳の私は訳あって生活保護と障害年金を受けて一人で暮らしています。うつ病が悪化し働けなくなりました。母は私が幼少期の頃から身体障害者で、私は幼い頃から母の身の回りのことや大人になってからは本格的な介護をやってきました。父は一人で働き家族を支えてきましたが、一昨年の夏に末期がんで亡くなりました。同年秋には母が持病の脳麻痺発作ですかねを起こして入院し、退院以後介護が自宅でできなくなり、介護施設に預けてお願いしています。私のうつ病の発症時期は16歳の頃からと先生からは言われています通り、母の介護も父の介護も家のことも自身のうつをずるずる引きずりながらやってきたのです。そのせいか母が倒れてすぐ後から悪化し、勤めていた職場を辞めざるを得ないほどにもなって情けなかったです。家庭内がボロボロだったので、父の闘病中に結婚した、兄夫婦と私とで実家で同居することになりましたが、うまくはいきませんでした。同居が始まる直前から先生からは働けない状態だと言われたり、自身も自殺をしようと考えて車に飛び出したりしながら週5日で派遣で働いていました。しかし体調がついていかず、憂鬱としたり、幻聴や耳鳴りが止まなくて、たびたび仕事を早退したり、休んだり仕事場で倒れたりしていました。派遣で働き始めて1ヶ月でクビになりました。そこで兄夫婦と金銭問題や私がうつ病であることなどから揉め事になり、兄からは暴言を、兄嫁からは暴力を受けて警察を呼びました。そしてしばらく父方のおば家族に居候としてお世話になりながら、生活保護と一人暮らしに向けてあちこちいろんな機関や友人を頼って回りました。そうして今があります。力になってくれた友人やその家族は大きな感謝の気持ちがあります。ですが、自分に自信がないことから引きこもりがちで療養になっているのさえわかりません。リハビリにと最近、精神保健福祉機関のフリースペースのようなところに体調が良い日だけ通うようになりました。そうして他の精神疾患を抱えた利用者さんや精神保健福祉士さんと交流する中、料理の手際が良いとか、絵がうまい、お化粧がうまい、かわいいなどと褒められる機会がぐんと増えました。しかし毎回その褒められた言葉をすんなり飲み込めずにいます。もらった言葉を自分で否定してしまうのです。祖父から受けた人格を否定するような暴言や、兄夫婦から受けた暴力を未だに忘れることができない状態です。アドバイスをお願いします。サナさんの問題は戦ってることですね。すごいなと思うのは、これだけ大変な状況にありながら、自分でね、ちゃんと目標と工夫をして一人暮らしに移行したっていうこと、これはすごいなと思いますね。よく私もお悩みに対する処方箋の中で、とにかくね、環境を変えてくださいっていう話をよくするんですよ。
自分で自分の身の回りのこととか自分が自由に何かができるっていうのは力がないとできないんですね。体力もそうだし経済力もそうだし、自分がパワーを持ってないと自分の思うようなことってできないんですよ。で、特にその家族の問題とか、職場以上に家族っていうのはやめようって言ってやめられるものじゃないので、家族とのいろんな葛藤とかしがらみを抱えた人がそこから離れるというためには非常に精神的にもね、経済的にも肉体的にもパワーがいることなんですよ。でもそれをいろいろと工夫しながら一人暮らしを今なさってるわけですよね。まずね、そのことがすごいね、精神的にも疾患を抱えながらそこへねよく飛び込まれたなと思って、で今は以前と比べてね一人暮らしになっておそらくフリーになったわけです。生活の上ではね、家族と一緒に住んでないんですよね。だけれど自分の中でまだ戦いが続いてるんですよ。戦う相手と離れたのに自分の頭の中で戦いが続いてる。だから問題は戦ってることなんですよ。じゃあ誰と誰が戦ってるのかって言ったら、自分の理性と感情が戦ってるんですよ。仏教の言葉に法下弱という言葉があります。法下弱で、これはね、もう捨てちゃえっていうことですね。もう全部捨てちゃえって、こだわりを捨てちゃえ、手放しちゃえっていうことなんです。いろいろな苦しみは結局はね、これサナさん苦しみを自分に与えていると思ってた家族から離れて、お兄さんのところとか兄嫁さんからも離れて一人暮らしになって初めて余計わかると思うんですけど、彼らが苦しめてたっていうこともありますが、実は彼らが目の前にいないのにまだ苦しみが続いている。つまり苦しみっていうのは自分が苦しみを持ってるんだってことですね。周りが苦しみではなくて自分の心が苦しみの原因になってるっていうことなんです。ですから物理的に引っ越したのに自分の心の中にはまだ小さい時からのご家族、おじいちゃんも含めてそれを持って引っ越してるんですよ。ねえ、でそれを全部捨てちゃえと。それが法下弱という言葉。ああそうですか、じゃあ法下弱いいこと聞きましたって言って捨てられたら、そんなことでね、その今までの思いが捨てられたらそれは困りませんよね。いろいろな欲とか苦しみというのは自分の心がずっとそれに執着して持ち続けてしまっているものなので、理屈って言ったら理屈は簡単なんですよ。手放せばいいんですよ。それは分かってるはずなんです、サナさん。だけどそれが手放せないっていうところに問題がある。しかも小さい時からの、特に小さい時の体験とかね、でそういったことはね、もう本当にね、なんていうのかな、もうこびりついた深いところにこびりついた汚れみたいなもので、もう簡単に漂白できないんですよね。これがやっぱ問題で、処方箋なんですけど、どうしたらいいかって時に、自分の中で戦っている理性と感情との戦いに終止符を打つための処方箋ね、戦略的に作戦として戦略的に否定的な自分を受け入れるっていうことです。戦略的に意図的に否定的な自分を受け入れるっていうことです。これどういうことかって言ったら、サナさんはね、今までね、こうなんかひどいこと言われてきたり暴力を振るわれてきたわけですよ。ところが今自分の力で何とか工夫をして一人生活を始めて、そこから調子のいい日はそういったね、
施設に通ってそういうところでいろんな方々の交流を積極的に今自分で持ってる。でそこでね、料理がうまいねとか手際がいいねとかなんかね絵が上手だねとか言われる。だってお母さんの介護ずっとしてきたんでしょ。手際が良くなりますよね。それは決しておべんちゃらで褒めてもらってるわけじゃないと思うんです。ね、絵がうまいっていうのもそうなんだと思うんですよ。きっと今の施設でいろいろいいことを言ってくださる。でそれは決してよいしょしてね無理やり言ってくれてるわけではないと思うんです。だけれども今までずっと小さき時から否定的な自分っていうことを周りの人たちから自分が一番信頼したい人から言われてきてるわけですよ。家族とかおじいちゃんとかねから言われてきてるわけなので、急にそこに褒め言葉が来てもそれをそうなんだ私ってその手際よくてすごくいいんだっていうふうにして急にはやっぱり変われないんですね。でこの時にね特になんか私の YouTube とかもひょっとしたら見てくださったりものの本を読んで一生懸命勉強して自分の気持ちをポジティブに持っていこうとしたり、いやいやもうこういう執着を手放さなきゃいけないとかね、なんかそういうふうにして思ったり、そうやって今マイナスサナなんですよ。そこから急にハイレベルなプラスのサナに持っていこうっていうこと自体がやっぱそれはもう難しいですよ。ね、で心と体は同じです。体だって今までね引きこもりだった状態で急にオリンピックのマラソンで 42.195 で優勝しろって無理ですよね。オリンピック出なくても 42.195 キロを走れって言われたら無理ですよね。徐々に体力をつけていくしかないんです。心も同じなんですね。